上にある方の膨らみがもう少し丸く書いてますか？横から見ると雲っていうのはあ温度差の影響だと思うんですけど、こんな感じになってるじゃないですか。それを表現するとこういう風に。よろしくお願いします。毎度です。今日はいつも私が背景書けない問題を解決するために雲の書き方を教えてもらいたいんです。はいはい。雲練習してみようかな。大体私背景を書くなら、水平線くらい入れて、多分こういう形になると思うんですけど、こんな感じかな。種類入れるとしたらこんな感じかな。本当に書きたいのがもう少しなんか小さいキャラクターここに立たせて、水平線が一番低く入れて、でめっちゃすごい雲書きたいんだ。こんな感じになるかな。山とかこうじゃなくて、でもう少しなんかパースに乗ってるような。じゃあこんな感じで書きます。はい。人物はこんなところに、水平線は低く入れてみる。遠くにあるのは山入れて、雲はなんとなく見たことあるのがこうで、もう少し低いところに小さいのを入れてみる。よし、実践入れてみます。で、これはラフ状態で書きます。これアバウトすぎますか？山のてっぺんには雪でも残ってるのかな。山はちょうど今初めて書いてみました。本当に雲は書かないから、私が想像できるイメージはこれくらい。なんかまたコロッケに言われそう。私いつもコロッケ考えてるかな、食べ物ばっかり。で、この人は後ろ向いていることにしよう。影入れてみます。完成です。やってくれましたね。これ雲でしょ。確かに低いところの雲と高いところの雲っていうのは分かりますよ。低いところっていうより遠くにあることを目指してました。ここは海なのか地面なのか。これが海のはずだったけど、やっぱりこういう書けばよかったかな。これが水。あれちゃんとパーセルに載ってるものを目指してたのに、結局正面で書いてしまった。単純な雲だけでも背景でもお願いします。はい。じゃあ先にパース。空にねパースなんてありゃしないんだけど、奥行きを、ね、意識するための線だと思ってもらえれば。空のパースは特になくても、なんとなく雲が斜めで上に上がってるイメージがありました。縦の線は何のガイドですか？これはね、人を立たせるとしたらパース線はこうちょっと上の方に狭まるように伸びていくでしょ。で地面も一直線に引くんじゃなくて湾曲させればそれっぽく見えるんで、そのつもりだったらね。で上の方に伸びる線もただね引くんじゃなくて傾けて、で奥行きのパースを決めていけば、煽りで見ている感じで、そうですね、同じように。で今の横の線は、奥行き、だんだん奥に行くんならこれぐらいの平らっぽくなるんだ。そうですね、それ太陽ですか？沈む夕日を描いてみましたと。だいたいこんなパースが決まったら地平線を意識して、
そして地面の凸凹っていうか、砂と水、海の境界ですか？いや特に海はこの絵には入れ込んでないんで。あ、わかりました。そうだな、鳥山明作品の荒野、いつもバトルする背景描くのがめんどくさいから原作者曰くこういう荒野、荒れた何も草一本生えてないああところあ、で、砂漠まあそんな感じような、のところで、ああ、なんか世界が終わった後のそうそう背景めんどくさいからっていうか、アニメーション、普通のアニメ、テレビアニメとか、はいはい、テレビアニメとかアニメの映画版でも順番通りに書くんですか？ストーリーの最初の方からで最後まで。いやーいろんなアニメーターが関わるから、あなたはここのシーンお願いしますって振り分けられて、本当のそうですね。でその振り分けられたシーンもこっちの方が簡単だからこのカットからねとかじゃあ先に簡単な方をするんですか？ああ、じゃあたまにこういう世界が終わったシーンが先に書ける。そうですねだいたいこういうのっていたとしてもキャラが単体で一人立ってるとかそんな感じの方が多いんで早めに終わるんで。お、雲書き始めました。あ、実線でも途切れした線って書くんですか？そうです。特にアニメーションの仕事の場合はこういう構図を決めるにしてもあとは背景さん任せになるからイメージさえ伝われば、特に作画で雲を描くところもあるんで、そういう時はしっかり描いておかないといけないんですけど、まあっていうことは一本線で描いても多分背景さんがちゃんとこういうテクスチャーがある理解書いてくれるんですよ。すでに私の長い雲よりもちゃんと縦幅が低い方が普通の海の波に見えない。私が完全に海の波に見えますね。お、そして奥の方に山の形とかフリーザとの戦いが行えそうなまあそんな感じですよねまあ山がなかったらぶつかるところは地面しかないですね、お、そして太陽がちゃんと雲が手前にある感じで、雲ってわけじゃないんですけどね、よく太陽光ってるじゃないですか、それでこういう風に筋を入れて上に送ったりする表現方法がよく取られるんですけどね。確かなんかで見たことあるとは思うんですよね、こういうの。本当にいっぱい短い線の方がちゃんとその形の質感がちゃんと分かりますよね。まだ書き途中ですけど、雲の膨らみはどこに置けばいいかっていうなんか構図の何かアドバイスありますか？こういうさっきから言ってるように奥行き、それを意識しながら描いてて今こうなってるんで。基本は特別な構図は特にないけど奥に行くことによって小さく消えていくっていう感じですか？プラスちょっとパースを湾曲させて見せると効果的。上にある方の膨らみがもう少し丸く描いてますか？横から見ると雲っていうのは温度差の影響だと思うんですけど、こんな感じになってるじゃないですか。それを表現するとこういう風に。なんかそれを書くときに構図はこういう Z 字のように奥に行くことを別に意識していないですか？そうですね、まあこんなそういうのもできますね。これを気になってます。中心から雲が外に離れていく感じです。これもほらこのパースに乗っけてるだけですから。広い雰囲気ができる。そうですね、ワイドな画面に見せられれば OK。お、そしてキャラクター
どんなキャラクターになりそうですか？まあいつも通りの。おお今回はワンとかっこよくなりましたね。今回の豚さんがかっこよくなりました。そうだな。じゃあこれを便宜上オレンジにしといて、定規使ってだいたい消失点からライティングのエフェクト、それを使って何の表現になるんですか？強い光を受けてるエフェクトなんだけど見たことがないのかな。なんとなくある気がするんだけど、そして影も入れますね。夕焼けだから上の方に。そうですね。こう考えるとこれぐらいね見せた方がいいんですか。普通に昼間だと逆にしますか？まあ上からの光になりますからね。でもやっぱりそんなに暗い色で塗らないですね。まあ真っ黒便宜上これで塗ってるだけで紫で塗ってもいいし暗くしたかったら。影の輪郭について形はほぼ雲の輪郭と同じような線ですか？まあ雲のモコモコを考えながら引いてるだけですよ。じゃあ単純に上が暗くなるんじゃなくてちゃんと太陽を向いてる面、光源がはっきりしちゃってるんでごまかしようがないからそれを考えながら。ありがとうございます。はいはい。うわー、パッと見て一番印象残ってるのがほぼ雲しか描いてないのにちゃんと画面が物が豊かにある。私の絵だとなんとなく雲だけ入れたら寂しいなと思ってもう一つの雲の形入れてみて山とか入れて海とかキャラクターとかでも本当にこれが、地面のところとほんと少し山入れて太陽もあってちゃんと影の入れるところが分かりますし 60% 雲比較しましょう。はい、最初は私が描いたアニメの背景ですいやー、こういうシーンはないですね。まあ観光地で取り出してパチッと撮ったらこういう構図になりますよね。そうですね。キャメラ入れましょうか。ここにストラップ、ニコンとか本当はキャメラ持っています。多分一番最初に描いてみたんだけど雲の下の方が平らになってることはもっと現実に近いですね。子供の頃描くときは雲を描くときはこんな感じで実はもう少し下の方がちゃんと平らになってますね。結構泡っぽく描きましたね。でこの多分一番問題になってるのが一本線っていうかつないでいる線だし形がはっきりしすぎて空に恐ろしいものが浮いてる感じ。比較的にじゃーん、ひのえさんが書いてくれたちょうど私が想像していたシーンを書いてくれました。最初からよくある構図ですよ。なるほど。特にこういう構造を使う理由はありますか？ワイドにダイナミックに。やっぱり直接横の線引くだけだったら奥行きが簡単にできないですね。カメラを傾けるだけでこういった効果が出ますから。確か斜めにしてもやっぱりこれは直線じゃなくてちゃんと曲線で表現した方が広く感じますね。印象に残るのが本当に雲がちゃんと目になっている。いろんな山とか別の雲の種類とか海じゃなくて雲で表現しました感じですね。実際これをね動かしてみると豚なんですけどね
まあそうですね。目が行くのは豚でしょ。そうでしょ、そうでしょ。うまあ人物がいるとちゃんと目がそこに引くんですけど、雲でいい景色が作れた感じですね。なんとなくこういう Z の字、まあもちろん全部の構図はそうにしなきゃいけないわけはないんですけど、これも使ってちゃんと奥に行けるような形ができますね。まあこれが消失点だと思って、そこから外に広がって、こっちもそこから左の方に広がっている感じですね。これを見て、この雲の一番一番最初にどういう風に考え方を変えて、もっといい長い雲が描けるように。やっぱりパースを意識して、上から乗っけてやってみましょうか。雲は不定形だからそんなにパースにこだわることはないんだけど、なんだかんだ言ってパースが存在するので、それを意識しながら、まあオーラフだけど、こんな感じで乗っけてみたけど、ちょっとパースを考えて、ある程度それに乗ったらもっといい形に作れる。まあ大事なのがそのちゃんと奥に行ってることを感じることですね。でこれもこういうちょっと左に行ってると右に行ってる、さらに広く感じますね。まあそしてこういう雲も描くんだったら全く別の描き方にする。これだけでね、それもいろんな絵があるから、これはこういう描き方をしてるのかと思ったら、実際自分でも描いてみると。ありがとうございます。はい。